ウォーロボッツソロラッシュフランベチャンネルへようこそ。9月後半だね。フランベの編成もかなりアップグレードされたね。そう、この麦だね。残るは全てのアルティメット武器をマーク3とするだけだ。相当なお金もかかるからトークンをタダで手に入れつつで育成しよう。で、リーグランクの方ではこんな感じで今週末あたりでいろんな確認やってバトルでのモチベーションというか陰キャな楽しみ方をご報告いたします。お楽しみに。ではつかみは OK だろうはもう少しチョコプラ並みにインパクトある前説が良かったかな。まあいいか。でね、まずはアルティメットの新型についてなんだがね、このままいくともうネタが尽きるでしょう。なのでもうね、オリジナルボットのアルティメットじゃなくしてオリジナルがアルティメットってどうかなって思ってね。あーに言ってんだ。フランベ、おめえいつもわけわかんねえことばっかだなって言うよね。アココンとこのイントネーションは U 字工事でお願いします。まあいいか。巻きたいする効果って3つあってね。1つはネタが尽きてしまわないようにってこと。2つ目はもうこれを超高額で販売するんだね。もう1000ドルとかいや待てよ2000ドルでもいいか。ざっくり30万くらいだね。すると並の金持ちじゃ買えないけど中金持ち以上は是が非でもコレクターとして買うよね。特にチャイナやアメリカのプレイヤーはね、スペックとしてはほどほどにアビリティだけ山盛りだろうか。そんなオリジナルのアルティメットなんだね。でこれも一発で手に入れることはできないってどうかな。コンポーネント集めるってのもね、ひねりないからね。そうだそうだ、ガチでパーツごとのコンポーネントを集めるってのもいいかもだ。例えば腕だけとか。それだってオーロボッツらしくしなきゃだから、右腕と左腕は別売りなのね。なのでもうまた左腕が当たっちまったぜ。これで3本目だぜ。全然右腕が出ねえ。でね、もちろんこんな感じで確率な安価も設定されててね、右腕や左腕も確率変動とかよくわからない、みんなこれいらねって感じの余計なものも確率高かったりとか。こんな調子で2000ドルで手に入ると思ってたら5000ドルとかね。こんな感じでプレミアムアルティメットスペシャルを販売するとだね、かなり儲かるよ。利益爆増だね。もしかするとこれまでの倍の収益となるかもだ。運営賛同だろう。で最後に3つ目の効果だが、こうなるともうね、無理な新型のぶっ飛び設定とか鉄くず調整とかそんなもんどうでもよくなって、落ち着いたボットや武器の構成となる。そうなりゃ安心して購入できるし育成もできる。楽しくバトル続けられるってもんじゃないだろうか。それじゃ次の話題だが、そんな超高額のアルティメットはありゃしないが、オリジナルのアルティメット中金持ちの皆さん積極的に買いませんかってとこと。でこれこれでね、 D ジェムを大量購入するとアルティメットが手に入るキャンペーンをやっているよね。プレミアム購入が余計だが、この企画はフランベ大賛成だね。必要もないデータパッドを買わせるよりまだマシだね。期限もなさそうだし。これならジェムを不必要に購入してもいずれ何かしら必要なものを購入できるからね。無駄な消費じゃあるが無駄すぎない。こうやって消費増やされてアルティメットを手に入れる。今のランキングは全てやめてこうしてもらいたいもんだね。でこうやってアルティメットで消費が増えることで無課金プレイヤーへの資源報酬や型落ちではなく新型のデータパッドを手に入れやすくしてほしいってことね。つまり販売収益の半分がアルティメットとなれば積極的に資源や新型を売り込まなくとも良くなるはずだ。心ある企業ならばだがね、あるのかしら。そうしてアルティメットを積極的に購入できるプレイヤーは購入し、無課金プレイヤーも十分に楽しめる環境を作り上げてもらいたいね。結果的には消費プレイヤーも偏らないバトル、エニタイムなバトルが実現するのではないかと思います。では最後にイベントタスクで見えたアルティメットの入手の順番ってやつで、これ当然ながら1つ目はリディーマー、2つ目はタラン続けて、そうしてようやくランスロット、こうなるんだろうね。いや逆にこの順序でなければこれは騙されてるって思うよね。それじゃ話題はここまでなので、ぜひこれからは他のチャンネルをご覧ください。そうして他の楽しいウォーロボッツ動画のチャンネルをお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。